どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーをやっていきます。今週はですね、もう新製品ラッシュ、いよいよ始まったって感じですね。年末商戦、クリスマス商戦向けにですね、いろんな製品が各メーカーから投入される時期なんですけれども、いっぱいね、出てますので、あんまりね、長く喋んないで、ちゃちゃちゃと進めていこうと思います。まずこちらね、強商から、トヨタのタコマ TRD プロルナーロックっていうですね、これタコマのルナーロックっていうグレードがあるんですけれども、そちらのですね、もちろん正規ライセンス品の、このかっこいいですねスケールボディ、めちゃくちゃかっこいいですね。これ一瞬ですね、これクローラーかなって思ったんですけれども、調べてみるとですね、クローラーではなくてですね、バッシャーですね。バギーというか、こういうタイプ KB10 プラットフォームのこういうねシャーシになってますので、クローラーとしての遊び方はちょっと難しいかなと思います。そしてね、強商からはですね、他にもねいろいろ出ているんですよね。これはですね、オプティマミットの、87年度のワールドスペック60周年記念限定車ってことでですね、かっこいいですね。色がいいですね。僕バギーとか全然やんないですけど、この色でこの RTR あったらこれは欲しい。めちゃくちゃ欲しいかも。やっぱ美しいですよね、スタイルがね。タミヤとはやっぱりベクトルが違いますよね。で、新製品情報の、序章ということでですね、レッドキャットのセールがですね、10月2日まで開催されています。なんと、レッドキャットとかがですね、$100近くオフになっています。ジェン8はですね、これ、$339が239ってことでですね、めちゃくちゃお得ですね。ジェン9、いまいち人気がないジェン9も安くなっています。マークスマンもね、8分の1のやつね、これも安くなってますね。こんなね、ローライダーのマシンも安くなってます。安くなってる製品はね、そんなに多くないんですけれども、これ、レッドキャットの、オフィシャルホームページでももちろん安くなっているんですが、レッドキャットのね、ページで買うと、バカみたいにね、手数料とか送料取られるんで、同じくね、安くなってる A メインホビーで買うのがやっぱりベターじゃないでしょうか。239ならね、今の円安でも送料入れて45,000円ぐらいってことで、めちゃくちゃいいと思います。そしてそんなセール開始日の翌日ですね、レッドキャットからこんな、製品が出ました。全くの新作ですね、これは。アセントっていう名称のねクローラーですね。レッドキャット Gen8 とか Gen9 のシリーズとは全く違うですね、新しいプラットフォームを採用した LCG ロッククローラーです。もうこれタイトルに LCG ロッククローラーって書いちゃってるんですよね。非常に興味深い製品だと思います。アセントは上昇って意味ですね。まさにねその名称にですね、このマシンのですねコンセプトが詰め込まれたっていう感じだと思います。ボディはですね2種類あります。こんな感じのボディと、こんな感じ2種類。ぶっちゃけ格好悪いですね。レッドキャットってジェン8のスカウトボディはすごくいいんですけれども、それ以外のボディはね、マークスマンとかまあかな。でもなんとなくやっぱりちょっとアニメチックな、コミックチックなね、感じのデザイン、オリジナルボディのデザインを、他の車種とかでもね、多用していてですね、正直チープな感じはします。これとかね、やっぱちょっと微妙すぎますよね。でも、一応考えられていてですね、こっちの青い方は前後がですね、絞られてるんですね。プロラインのクリフハンガーみたいなボディですね。こっち赤い方はですね、普通のボディですね、スケールボディって感じで、こんな感じです。そしてね、LCG って言ってるぐらいなので、低重心寄りのコンセプトのシャーシだと思われます。ミッションちっちゃいですよね。センターミッションですね。これトランスファーケースか。センターのモーターからのトランスファーケースでの4輪駆動って感じですね。前重心で、コンパクトなトランスファーケースで、重量をね、なるべくこの辺、センター付近軽くしようってことだと思います。こんなですね、LCG と名がついたですね、RTR が出るのは僕が知る限りですね、アメリカメーカーでは初かと思います。
LCG 向けのね、シャーシ CX10 Pro とかね、そういうものはありますけれども、このシャーシレールのね、この形状なんか見てもですね、これやっぱ LCG のシャーシですよね。完全にね。これですからね。なかなかいいんじゃないでしょうか。リンクもね、ハイクリアランスリンクとかだったりしますし、アルミもね、こんなハーフスプリングタイプのね、いかにも LCG っぽい感じのものですね。ただし、このアクスルに関してはポータルアクスルで、これはレッドキャット Gen9 で採用されているのと全く一緒ですね。そしてですね、ホイールベースは312ってことで、普通の一般的なサイズ感なので、ボニー乗せ替えてね、使うのがいいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、なんとですね、アンダードライブギアが RTR に付属しています。これはですね、なかなかいいと思いますね。10%、20% の2種類のギアが付属しているみたいです。出荷時は 0% です。このね、トランスファーケースで、ギア調整するので、これね、パカッと外して簡単にね、取り替えが可能。その辺めちゃくちゃいいですね。エレメントエンデューロの、オーバードライブとか結構取り替えるの大変なんでね。そしてですね、価格が289ドル99ってことで、これは安いですね。ちなみにですね、青い方は299ドル99ですね。こっちの、これね、2ピースボディなんですよ。なんでこういう風にね、トラギっぽくすることもできるんですが、赤い方はこれワンピースボディなので、取り外しができません。それにしてもこの値段で買えるっていうのはやっぱりレッドキャットらしくていいと思いますね。そしてもう一台レッドキャットからですね、シボレーとですね、こういうハウラーですね。ハウラーっていうのはですね、運搬車ですね。トレーラートラック。車をね、運ぶトレーラーのことですね。ハウラー自身にはもちろんいろんな意味があるんですけれども、今回出たのはそういう製品ですね。このデザイン見てわかると思いますけれども、レッドキャットのね、最近のね、ローライダーへの力の入れ方、わかるようにですね、デザインもですね、こんな感じの、クラシカルなね、ものになっています。で、こういう斜めのね、トレーラーがついていて、ちゃんとね、ここにね、車が乗るようになってます。10分の1スケール対応ですね。こういうパーツもついてるのでね、ちゃんとロックして、走らせることができます。ローライダー、こんな感じで乗りますね。全長はね、ほぼほぼ1メートル、920ミリですね。そしてですね、これ、オプションのね、サーボ2つつけるとですね、車高調整もできるみたいですね。面白そうですね。そして同時にですね、このトレーラー、別のトレーラーも出てます。これはフラットなね、トレーラーで、こういう斜めになってないトレーラーが出ています。これはですね、こんな感じでですね、この後ろに連結するっていうタイプみたいですね。こんなトレーラー、最近ね、クロスからも出てるし、トラクサスからね、ちょっと前にも出てますし、トレーラー結構ね、いろんなメーカー出してきてますよね。そして強商のですね、新製品情報またまたなんですが、フェーザー Mark II のね、シリーズにメルセデス・ベンツのね、300SEL が登場しました。めちゃくちゃリアルでかっこいいですね。こういうですね、マニアックなですね、クラシカルなね、ボディをですね、ここまで再現してですね、出してくる強商。やっぱただものじゃないですね。フェーザー MK2、Mark II ってことでですね、走りの方はですね、お墨付きだとは思うんですが、そんなね、ガンガンね、これを走らせるラジコンじゃなくてね、見て楽しむ、眺めて楽しみ、飾ってニヤニヤするというタイプだと思います。こんなものも出ていますし、今後ですね、おそらく今週末の、ホビーショーでですね、ミニッツのランクル300ですね、その辺も、発表されるんじゃないでしょうかと思います。そしてですね、今週は本当ビッグニュースがいっぱいあるんですが、FMS からですね、新製品が登場しました。とりあえずね、動画でお伝えしているんですが、18分の1スケールのですね、FCX18、トヨタランドクルーザー LC80、これが出ましたね。これはですね、別の記事でもね、また紹介しますが、FCX24 っていうですね、
FMS の中ではもう走破性に振ったマシン、24分の1スケールのマシンがありますが、それの18分の1スケール版です。TRX4M の対抗馬として出てきたことは間違いないと思います。先日走らせましたが、非常によく走るし、非常にですね、リアリティがあってですね、かっこいいし、そして安い。めちゃくちゃおすすめ。これは売れると思いますね。ランクル80。これ結構好きな人多いですもんね。そしてですね、今週の、新製品情報の最後はこれかな。エレメントのエンデューロナイトウォーカーですね。2週間ほど前にね、ズールっていうのが出ましたよね、エレメントから。そしてね、またまたですね、新製品が出ました。これ、ナイトウォーカーです。ナイトランナーってね、このブログでもたびたび紹介しているエレメントのね、タコマボディ、非ライセンスじゃなくてタコマスタイルのボディの製品がありますが、それのですね、別バージョンということで、ナイトウォーカーです。このウォーカーっていうタイトルはですね、トレイルウォーカーっていうものがエレメントが2019年にブランドを立ち上げた時に出た初めての製品がトレイルウォーカーとこのセンデロでしたね。そんなね、名称を受け継いだナイトウォーカーなんですけれども、ナイトっていうのはナイトカスタム、3D プリントメーカーのナイトカスタムが監修したモデルってことですね。何が違うのかっていうと、このリアの部分ですね。ここがね、こんなケージのスタイルになっていて、このね、横のボディはね、これペラペラなんですよ。こんな感じ。競技車両っぽい感じにカスタムしてあるナイトウォーカー、トヨタタコマってことですね。非常にですね、かっこいいと思います。というのはですね、この KC のですね、ルーフライト、そして、ここのですね、ライトバーですね。これがね、初めからついているんですね。KC の方には LED は入っていないので自分でつける必要がありますが、このライトバーに関しては初めからバンパーに埋め込まれています。赤いボディもいいですね。そしてシャーシの方はですね、全く普通のノーマルなエンデューロシャーシです。トレーリングアーム式サスペンションでもないし IF2 搭載でもない、ごくごく一般的な、標準スタンダードなエンデューロシャーシですね。この辺のパーツも一緒です。ただしこのメカが違います。 ESC と受信機一体型のですね、フライスカイのこちらのものになっています。ですのでプロポもフライスカイのものに変更されています。今まではですね、リーディのメカがついていましたね。リーディのメカね、RTR のもの、非常に、いいんですが、プロポの方がね、たまになんかちょっと誤作動を起こしたりとかして、そういうのもあってなのかわかんないですが、フライスカイのこれになりました。ちなみに LED コントローラーもついているタイプの受信機一体型のね、3E1 ともいえる、製品です。これがね、ついたことでですね、またね、どんな走りになるのかちょっと気になるところではあるんですが、価格は434ドル99ということでですね、若干高くなったのかなって感じはしますね。エレメントはですね、なんかこの2週間で2作品できてきてですね、もしかしたらこれが、新製品情報としては今年は最後になるのかななんて僕は予想してるんですが、 IFS2 のビルダーズキットが多分年末ぐらいに出ると思います。ただこういったね、車体の RTR とか、他の新製品っていうのはエレメント名義ではもうないんじゃないかな、そんな感じがしますね。アソシ名義ではきっとまだあると思います。そして最後はですね、お気に入りのですね、クロスの8分の 1MX2、これでミッキーロックをね、遊んだ時の様子をですね、詳しくブログにまとめました。僕なりのですね、感想、改善点、いろいろですね、ごちゃごちゃと書いているので、気になる方はね、見てみてください。非常にですね、カスタムしがいがあるというか、1台のね、このマシンをですね、今後ね、ケアしてあげたくなるような、そういうね、ポテンシャルを持ったマシンだということは確実です。8分の1楽しいのでね、皆さんもぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。ということで、今週の週刊 RC クローラーはこれで終わりです。また来週ね、どんな新製品が出てるのか楽しみですね。それではまた来週。